戦いこそが三島家血の宿命じゃ。僕としてはまず最初期待する以前に本当にできるのかなっていう。一番最初に気を使ったのは誰と誰をどのタイミングで戦わすか。すごいエネルギー使いましたね。ゲームがずっと続いてジンもずっと出てこれて、それが今度は映画になるというのは。何？声優って反射神経がないと務まらないなって再認識しましたよ。僕も鉄拳は死ぬほどやりましたよ。ある時期なんてもう朝から晩までずっとやってましたからね。普段絶対壊しちゃいけないものをどう壊していこうかなっていうの。アクションもやってドラマもやってギャグもやって 3D もやっていろんなことができてよかったと思いますね。鉄拳っていうあんなむちゃくちゃな世界観をまとめれる人がいるのかと。佐藤大さん、僕個人的にすごく好きなんですけど、もちろん他の作品でいろんな侍チャンプだったりカーボーイ、広角しかり。鉄拳っていうのは格闘ゲームなのでストーリーらしいストーリーっていうのがまず見当たらない。映画とゲームの違いで大きいところはやっぱり一つの作品として見た時に一つなんかテーマ性を持ってスタートからエンドまで物語を作っているっていうところではやっぱり佐藤さんから脚本をもらった時は驚きと想像を超えるものばかりで、女子のバディものっていうのはやっぱりいい着地だと思いますね。この映画自身も三島の3代にわたる戦いをテーマにしているつもりなんですけれども、それをそのままテーマにするんじゃなくて、初めて見る人や初めて鉄拳に触れる人にも共感を持ってもらえるような意味でいくと、やっぱ学生というかですね。2年 B 組林小友。遅刻じゃない、ギリ7秒前でした。鉄拳のキャラクターっていうのはやっぱりみんなすごく強いじゃないですか。で陣和也いろんなキャラクターいると思うんですけど、やっぱり自分とはちょっと離れた存在というか、今までの鉄拳を見てる人にも懐かしいと思っていただけるキャラクターの中で新しくなってるっていうシャオちゃん。シャオちゃんの役割っていうのはやっぱりある種自分たちに近い存在であることってすごく大事だと思っていて、どうしても人間離れしたキャラクターばかりでお話が作ってしまうとやっぱり感情移入できるところがやっぱ少なくなっちゃうと思う。何いきなり。やめて。指令執行確認帰還します。アリサって何者？アリサっていう、キャラクターロボットでプログラムで、もともとは自己みたいな自分の心みたいなのは持っていなかったんですけど、シャオと出会うことで心を育てていくっていう。アリサ、お互い任務です。そしてここからは私の任務。排除します。初めてこのキャラクターをいただいて見た時に、私この色大好きだって、ぽわーっとしたふんわりしたタイプの子なんですけど、あんなたくさんの、しかもすごく人気のね、初期から出てるキャラクターもたくさんある中で、劇場版になる時に私がこんなに私のキャラクターがこんなに重要視されてるとはもう思ってもなかったんですよ。最終的にはより人間的に見えるというか、ロボットのはずの彼女が一番最後素敵な人間に見えるっていう。ロボットゆえの何とも言えない切ないようないろんな描かれているシーンがたくさんあるので、その辺をぜひいろいろ見ていただけたらなと思います。出会うべくして出会ったキャラクターだなと思いました。三島家って比較的悪い人たちっていう描かれ方を今回はしてるんですけど、その中での陣の立ち位置っていうのは同じ悪なんだけれども、彼の行動にはすごく意味があって、親子喧嘩で滅ぶ程度の世界、滅ぶがいい。鉄拳自体は僕普通にユーザーとして楽しんでまして、1と2と大好きな作品に、ましてやその時の主人公として出させていただくっていうのはすごく役者冥利に尽きるなと思いまして、今回の映画という形ではどういうポジショニングになるのかなっていうのが非常に楽しみだったので、ワクワクしながら収録に臨みました。
どういうことだ。和也和也らしさって意外と僕鉄拳らしさにもつながってると思うんですね。三島家のバトルを描く上でやっぱり外せない存在であって、悪の魅力だってあるし、肉体のそのやっぱり強さっていうものに対する無条件の憧れみたいなのがあるわけだしね。和也をうまく表現することでこの鉄拳ワールドを表現できるキャラクターだと思ってますね。いい悪いとかじゃなくて、やっぱりこういうキャラクターがいてほしいっていうような演出的なこだわりといったらやっぱあれですね、お話上の感情線を切らないようにする、もちろんキャラクターがお芝居していってその中でやっぱりいろんなことが起こっていくんで、キャラクターの表情、あれはゲームでは絶対出てこなかった表現なので、感情的な表現であったりとか生命を感じるキャラクターっていうのはやっぱりすごく技術的にも難しくて、でもやっぱりそういったところってすごく大事だと思うんですね。鉄拳は世界ですごく評価されてる、特にヨーロッパやアメリカで評価されてるっていうのを聞いてたので、逆に日本オリジナルの都市というか日本にしかない景色を、鉄拳の今の技術で作るっていうのを僕自身が見てみたかったっていうのもあって、今回映画はあえて日本を舞台にしてますね。やっぱり日本人が作った、俺たちが作ったっていう、そういう意図もやっぱり強く持たせたかったし、やっぱり日本から発信していく映画っていう意味ではやっぱりそういう日本的なところを強調したところはありますね。さっさと始めるわよ。最初僕ら動画コンテって形でそういうビデオをもらった時に役者さんが動いてるのと、その時にカメラはおそらくこんな感じって仮でつけてあるカメラとか見た時に、あれこれひょっとしたら結構いいシーンできるんじゃないかな。ちょっと違ったアクションをやっぱり見せたいなと思っていたんで、まずはやっぱりワンシーンワンシーンのアクション構成を考えるっていうところからやっぱ始めなきゃいけないので、単純にゴムで殴り合ってるだけだと面白くないと思うので、どんなイベントを入れていったら面白いかなっていうところを考えるのにやっぱり一番時間かけましたかね。普段では見られない鉄拳の格闘、今回は壊れた高速道路の下であったりちょっと立体的なところだったんで、じゃあゲームではできないような、上下の動きとかそういうものをちょっと多めに入れてやってみました。三島家の3人バトルにとっては3人で殴り合うっていう1対1ってあるんですけど、3人が3人とも敵っていうのはやっぱり誰か殴ったら誰かがガードして誰かが他の人殴るっていう、一人と一人が戦ってる最中にもう一人が何をやってるかとか、手焼きの人を作らないようにということで、そこの意味付けをするためのイベント作りを、ネタをもう引き出しを絞って考えました。お前が三島の血を絶やす前にその命俺が断つ。3D の枷っていうのは結構思った以上に大きくて、立体感にちょっとこだわりすぎちゃうとレイアウトとかもやっぱり限られたレイアウトになってきたりするんですね。あとカメラワークも限られてくるし、ここを見せたいカットなんだけど 3D にすることでその 3D 感が逆に目立ってしまって目に飛び込んでこないといけないところに目がいかなくなっちゃうっていう、そういうところもあったりするんで、そういうところでは逆に3D 感を抑えてでも、ちょっと整理した絵の作り方っていうのをやっています。何事じゃ。今回のフル CG っていうことになるとやっぱりアニメほど記号化もできないし実写ほどの情報量もやっぱりない。その中で考えた時にやっぱり音楽の効果ってやっぱりすごい大事だなと思ってて、鉄拳自体の雰囲気もやっぱりアニメっぽいというよりはやっぱり実写に近い感覚ってあると思うんで、音楽を本格的なハリウッドっぽくしてほしいっていうのがありましたね。それはCG 映画で実写とも違うしアニメーションとも違いますね。それで多分アニメーションの方にあまり寄せたくないっていうことだと思ったんですよ。
高級感とかそのスケール感を出すためにオケ調のものを使ったりだったりとか、生の音源使ってちょっと綺麗な曲を作ったりとか、そういうのでやっぱりちょっと感情をサポートできればなっていうのはありましたね。鉄拳っていうその題材そのものがそうだと思うんですけど、アクションシーンがすごく多くて、そういうドタバタした映画だっていうふうに見られがちだと思うんだけど、これは実はシャオと、アリサの友情の物語であるっていうふうに言っていて、だからそこをとにかくそのメインに据えてほしいっていうふうに言われてたんですね。シャオさん。アリサ、冷蔵庫みたい。子供の頃こうやってほっぺつけてね、あったかい冷蔵庫からブーンって落ち着いた。冷蔵庫なのにあったかいですか？その鉄拳っていうのでもストーリーを作ることができて、なおかつそれは鉄拳のキャラクターを壊すものじゃなくてもできるんだ。これはもう僕にとって格ゲーをストーリーにする一つの実験だったので。ごめん、もう動けない。アリサ。初めてこんな言い方したらちょっとおかしいかもしれないですけど、初めて僕自分でキャラクターを生み出しておいてなんなんですけど、アリサとかシャウにしても初めて人として見れたんですね。でそれを今まで見れなかったです。僕はデータの集合体に見えていたし、やっぱり存在するキャラとしてすごくね、作って16年もやってたんですけど、親しみは湧いたんですよ。だからそこは結構変化しましたね、僕も。一番僕がこだわったのはやっぱりそのキャラクターがどんだけこう生き生きして見えるかっていうところをやっぱり一番メインにしたかったんで、今できる CG の技術使ってでどんだけそのキャラクターが生きてるように見えるかっていう、そういうところをやっぱり挑戦した作品でもあるので、そういうところをちょっと見ていただけると嬉しく思いますね。それでちょっとアリサすごく可愛いじゃんとか、シャオいいじゃんとか、そういうふうに思ってもらえればとても良かったと思います。ダメです、シャオさん。アリサ。だって私、シャオさんたちみんなが好き。